はい。AI 同士で対局させるということでね、本日はこの形を扱います。この形おそらく見たことある方がいっぱいいるんじゃないかなとも思うんですけれども、どうなんですかね。どのくらいいるんですかね、見たことある方。五目クエストとかやってるとね、マジでね、本当にいっぱい出てくるんで、多分それで見たことある方が多いのではないかなと思うんですけれども、品質系ですね。こういう形はね、一回、並べてみたかったんですよ。人間の対局の前例もいっぱいあるんですけれども、一回ソフトの、前例を並べることによって理解を深められたらいいかなと、個人的には思っております。それでですね、この白16というのも結構進んだ形なんですけれども、ここから主な分岐がいくつかありまして、一例としては、よく打たれるのは多分これかな。こう打って、で、18でね、まず白が分岐があって、こうやって3を引くのがおそらく一番多いんですかね。一番多くて、で、次に、こう打つのが多いのかな。こう打つのが多くて、最後に、こういう手も打てますよということで、おそらくこの3通りが多いと思うんですけれども、で、この3通りをやってると、ちょっと時間がすごいかかりすぎるので、もうちょっと局面を限定します。もうちょっとついでに言いますと、17こういう変化もあるんですけれども、これらはね、すべて大きな分岐ですので、本当はね、一つ一つ検討していきたいんですけれども、とりあえずは一番打たれやすいと個人的に思っている形から検証していこうかなと思っております。でそれが具体的に何かというと、3を引き、こちらを止めなければいけないということがあるんですけれども、で、こうして、こうして、こうですね。こうなって、まだありまして、ソフトの最善でいきますと、こうなって、こうして、こうして、こうして、こういう進行が多分最善なんですけれども、今回あえてこれはやらずに、こうして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 、こうですね。こうなった時の進行を並べたいかなと思います。で、もっと言うと、ここで白分岐があるんですけれども、さらに一番多い進行がですね、こうなって、こうなって、こうする進行ですね。で、この時に、こちら側を止めてしまうと、条件で白に詰みが発生するんですね。なので、黒としてはこちら側を止めるしかないんですけれども、ここが一つの課題局面ということになるかと思います。で、今回はここから出せてみようかなと思います。非常に限定されてるんで申し訳ないんですけれども、ただこれね、結構出現率高いなっていう印象がありまして、やっといた方がいいかなと思う形なんで、一回AI 同士で打たせてみて、どういった進行をするのかっていうことで、理解を深めていきたいと思います。それではよろしくお願いします。1時間は1手10秒です。よく見るのは飛び石を打って、こうとか止めるとか、飛び石打ちましたね。4を打ったということは、4は止めるしかないので次の手は止めますね。で、ここで何をやるか。普通に打つんだったら止めるとかなんですよね。止めましたね。で、黒もこう止めるのもあるし、こっちの方から止めておくのもあるかな。でも普通ですね。35止めて、ここに36を打って、この斜めのラインを止めながら、この斜めのラインを生かすというのが多分よく見るんだけど、もう36そうやって打つんだ。そうなんだ。ここで多分私がよく見る進行から外れました。この36手堅そう。印象としては、黒が最後にこの辺ですごい攻めるっていうのがあって、これをいかにうまく解消できるかっていうのが
白の課題としてあるかなと思います。なんかね、特にここに打つとかが多いのかな。うん、飛び石して、これこうとかこうかな。こう、まあ、こう止めてみたいかな、個人的には。でも、ターンなんだ。まあ、ターンだと、穏やかな進行になりそうですね。10秒だと結構穏やかなんだよ。あ、ここ手抜いた。いや、ここ結構ね、急所っぽいんですよね、この形の。この飛び石から4ってみたいなのと、この4を使ってとか両方選べるんで、これがどうなってるのかっていうのは本当にわかんないんだけど、まあ、42と止めて、43と止めました。まあ、普通に止めといてもいいし、こう、安全キスならこうやって止めちゃうのもあるし、これは反撃重視ですね。こう、相手に打たれると困るので、そこを止めながら自分もレーンを作ってということですね。45は1回反撃。なんか黒としてはこの辺りのなんか攻め筋がうまくいくかどうかでだいぶ変わるなっていう印象があるんですけど、これ何もなければ白の方が有望かなって思いますね。何かあるのかな ?47。いやでもなんか怪しく絡んできて怖いね。ここはとりあえず4って資産があるんで、それ止めなきゃいけないんだけど、普通に打つんだったらこう入るんだけど、まあ入った。こうせよってことかな。まあ一回飛び石入れとくかっていう話もあるけど、これもなんか44ここ打ったから、ここ空間相手でちょっと見た目的に気持ち悪いみたいな話があるんですけど、まあそれでもいけるっていう風にソフトは判断してるんですよね。こう打ってるってことは。いや、どうなるかな。難しいですね。PC は、こっちに来た時になんか継続詞があるかどうかがわかんないけど、一回はこう止められるけど、でもこう止めましたね。ドローになりそうに見えるが、まあ、今回も私が適当にこれはもうドローだなって思ったら止めます。53、54、まあ、ここも打っちゃうかな。この4はね、こう打たせる、白に打たせる意味ないと思うんで、まあ止めると思います。55。で、まあ止めるしかなくて、で、まあ、黒が仮になんかドローを目指すんだったら、まあこの辺打っちゃえば、打ってからかな。ここに4打っちゃって、こう止めちゃうのが確実だと思いますね。まあ打ちましたね。うん。これはさすがに、でも、こうなると、ちょっと後半の方に白の楽しみが残っているっていう感覚がしますね。59。左側を先手で解消しに行った。これ先手じゃない場合は、コートが打たれてちょっと危ないんじゃないのって思うけど、大丈夫なんかな。でも止めたから多分先手なんでしょうね。うん、先手で入るのでかいな。61。ここ相手にする必要ないってことか。それかこの61が詰みを残してるから受けなくちゃいけない。こうとか、こうとか。止めて。これもなんかレーン作りながら積極的に止めましたね。白はなんか結構攻撃重視の受けしてる。黒としては別にこう入っといても全然いいぐらいの。これはソフト特有のよくわかんない手な気がするけど、とりあえず4打って3とかありますね。うん、4で止めて。まあ、これは止めなくちゃいけなくて、単に止めるかな。うん、これは、雰囲気ドローだけど、個人的にはね、その右下がどうなるかっていうのをちゃんと見ないとまだ安心できない感じがしますね。うん、どうだろうね。どうなるだろう。でも、順当にこう空間を埋めてって、これが、68。68で、
打たないんかな、この辺。あ、60。こっち打つよりこっち優先なんだ。これ一応、そっか、詰み残してるからね。飛び3して、C して3って残してるんで、まあ白受けなくちゃいけなくて、まあ70って受けてくれるんだったら、黒としてはね、不満はないですね。これ、攻めには働いてこないんで、あとなんか受ければ、ドローは硬い。あ、受けましたね。71。ここで受けて、さすがにもう白に手はないかな。で、黒が勝ちそうな場所もないんで、まあこの辺打つか、こっちが止めるか、まあこっちが止めましたね。これはもうドローだと思います。なので、あと数手だけ見守って局面止めますかね。73。74。そうですね。これは、まあ、4伸びて、4して、4してみたいに続くんだけど、別に止めとけばどうということないから、75。別に75こう止めたけど、ここに止めても全然良かったと思います。これはさすがに何にもないな。ちょっと局面止めますね。76にて、76にてドローということで局面を私の判断でストップしました。ちょっと裏で検証してきます。はい、ちょっと検証してみたのですが、検証してみたところ、ほぼこの進行にケチがつかないっていうか、明確にケチのつくような手はなかったような感じがしますね。まあ、すごい細かく言うと、パーセンテージでいろいろあるのかもしれないんですけど、32、33、34ってなった時に、まあ、ちょっと細かく揺れ動きがあって、で、35、36では、なんか、やっぱり私の記憶通り37に打つ方が、ソフトの評価的にはちょっと高いんだけれども、それでもまあ50歩100歩で、こういうふうに38、39、40みたいな感じで丁寧に埋めていって、41も、ポンプのように丁寧に受けていけば、特に何も起こらずドローになるっぽいですね。ただ変に手抜いたりすると大変なことになるんだけど、手抜かなければどうということはないということで、この進行はかなりドローになりやすいのかもしれないですね。なのでちょっと、32を派手に変えてみて様子を見てみようかな。例えば、全然違う手として32こういう手を打ったらどうなるかというのをやってみようかなと思います。今回もまた1手10秒でやっていきます。それではよろしくお願いします。まあこれさすがにどっちかのレーンを止めるかな。33。このレーンを止めましたね。で、これ作ったので、これを活かすのであればこっちから止めるが、そうですね。こっち側は積んでないのかな。積みはない。3引いてこうするとかで、なんかつましにいってる。これはちょっと怪しいけど、どうなんだろう。まあ、受ければ受かるのかな。35って打たれても、このラインね、このライン来るから、これちょっと勝っててもおかしくないよね。だから33で、34がいきなり敗着になっちゃってる可能性あるのか。怖いな、38受けた。飛び3して、止めて、3して、ここで止められるってことか。だからこうなる。で、3引いて打って、3はここに打った時に、斜めの白4なので、大丈夫かもしれない。いや、この判断間違えると負けてるから、結構気をつけたいけど、どうなんだろう。41、そうなんだ。これ打つんだったら39いらない気がするけどな。まあソフト的には大差ないってことか。これ中止めですね、多分。いや、でも39、40って言ってレーン入るの、白のここのレーンできるでも、普ですけどね。だから、でも43って受ければ関係ないってことかな。
まあ、一回こう、4して飛散があるんで、まあ、どっか受けなきゃいけない。まとめて、これも打つってことかな。これも次にここに3あるんで受けなくちゃいけなくて、結構9000系の一本道みたいな感じになってるのかな。で、こっちを止めるとここに3があるから、まあ、4を使って受けるか、単にこう止めるか。個人的にはこっちやってみたいけど、ああ、4使うんだ。ってことは、ここ止められないんだ。これ積んじゃうのか、ひょっとして。いや、わかんないけど、これはちょっと複合検討必要かも。これこう止めようってことだよね。こっちから止めようってことだと思います。うん。で、49。あれこれ勝ってる？打って、打って、打って、3。じゃあ元から積みだから、しょうがなく受けたってことか。じゃあ、あれか。やっぱり、34ダメで35から37で勝っちゃってんのかな。これは塩いですね。止めて。打って、止めて。打って3だから、これは黒勝ってる。じゃあ34ダメなんかな。34ダメだったら、32みたいな手はちょっとやりにくいですよね。だからこの局面設定がそもそも誤ってるみたいな話はあるかも。だから33の場所が急所なのか。急所だから、まあ、白から先に打たなくちゃいけないっぽいんだけど、でも先に打っちゃうといきなり局面が膠着しちゃってドローになりやすくなる。そういう感じなんかな。なんか、でも多分探すと1個ぐらいね、ちょっとどっちかにドローになりにくそうな展開ってありそうなんですけど、それを見つけるのはだいぶ時間かかるかもしれないね。今、ここにここができたので黒の勝ちです。ちょっとこれも裏で検証していきます。はい。ですね、検証した感じ、黒が完全に勝ってそう。つまり、34っていう、ここでこの手に対して35から37って打つのが、まあ、完全な詰みではないかもしれないんですけれども、ほぼ、白に受けがなさそうでした。この、先ほどの対局のような内容で。ですので、まあ、白としては34に打ちにくいんだけれども、まあ、これを打てないようではちょっと厳しいということで、まあ、例えば具体的にどういうことかっていうと、まあ、ちょっと例えばね、じゃあこっち止めると、こういうような絶好点打たれちゃうので、ちょっとね、黒の主張が通り過ぎだろうっていうか、32がほぼパスになっちゃってるので良くないということで、じゃあどうしようかなと思ったら、なんか、こういう風に変える進行がちょっとあるみたいなので、最初の曲の派生なんですけれども、これをちょっとね、最後にやろうかなと思います。それではよろしくお願いします。32から34って部分図だと結構出てくるパターンな気がするので、どうするかな ?35 入った。入ったら、こうするかなこうか、こうか。どっちもありそう。このことの睨みもね、あるんで。36痛そうだけどね、ちょっと。こういうのって、まあまあ37とここに打つのがやっぱり急所で、こういうところに来るのが多分怖く見えるんですけど、この4で解消できるよっていうのが狙いですかね。38。おー。これはこのレーンを透かし止めしながら、この剣先との連携を図るときですね。こう打つかな。手抜くんだ。まあそうか、勝ちに行くんだったらそういう感じか。で、39には40と受けるのがどうやらセットっぽいな。これ見てると。39には40でだいたい受かるみたいな。41。いや、怖いけどね、これ超怖いよ。まあ、ここで間接的にこのレーン止めてるとはいえ、かなりプレッシャーある。まあ、だから、
この38が縦を止めてるから、この横と縦どっちを止めるべきかって言ったら、この横を止めるべきだってことですね。43。これは、この剣先との絡みと、なんとなくこの辺との絡みでなんか来るかもしれないから、よくわかんないけど強そう。でも、どっちが見てて良さそうに見えるかっていうと、白の方がちょっと気持ちよく打ってる感じはする。白はね、この飛び地から3引きっていう手を決めるのかな。どっかで決めたい気はしますね。ああ、そうやるんだ。だから飛び地しちゃうと、ここのロケットと、このロケットができちゃうのが問題ってことか。タクってこと？普通に打つんだったら剣先叩きそう。叩いた。収まったかな？収まるとちょっと白が景色よく見えるね。怖かったけど。49。39、普通に47とかに受けてれば全然何事も起こらなそうだったけど、38の瞬間に切り返さないといけないっていうゲームみたいな手だとしたら、これ、なんか実践的には白仕掛けがいがありますよね。多分。なんだこれは。パッと狙いが、こう来るってことか。飛び石して4して、でもこれあれだな。こう当たるな。だからすぐには何もないということで、手抜いた。でもここなんだ、打つ場所が。54。一回入るんだね。55。これはまた、いやでもなんかこの辺がちょっと怪しいから、この辺が処理しきるまではわかんないな。どうなるか。56。57は、いや、まあでもこれ、飛散打っても一回止まるから、ここ止めない可能性もある。でも止めた。まあ、穏便に打てばドローですかね。しかし、こう59から襲いかかっていって、なんか私だったらまだ負けそうな局面だな。60。この辺で詰みが出るかどうか、なんかこうとか打ってって、61。これはなんかソフト特有のやつだと思うね。別に形成にはそんなに関与しないんだけど、剣先あると読みにくいみたいな感じで、読みにくいっていう感覚自体人間的なんだけど、でもソフトそういう打ちがちな気がする。63。この超連になるのは気にしないんだね。この剣先を止められれば別にいいみたいな。止めて。あとこの辺に先着すればドローって感じかな。とりあえず、65。エンテル全部消しますね。66中止めかな。中止め。外。まあ、外でも別にいいのか。外じゃなきゃいけないのか、外でも別にいいのかがわかんない。67。別にどうということはないですね。まあ、ただの4。で、68で、なんか穏やかな進行だな、こう見てると。69。でもなんか勝つために打ってるっていうよりは、なんか白から危険な筋を消してるって感じなんで、でもこの辺で勝ちが出なかったらもう何も残らないんで、そろそろドローにしてもいいかなっていうのが個人的な塩梅なんですが、でも9月って結構そんなものなんかね、71。人間的にはね、いろんなとこに、剣先とかレンが入り乱れて、なんか見落としとかしやすくて、それで結構決着がついたりするんですけど、
ソフトって、なんかそういう見落とし一切しないから、こういうのだと本当に決着つかないっていう印象ある。うん、これは、なんかこっちの方止めるかもしれないな。そしたら、でも止めた。さすがにドロー。うん。次の手あたりでドローかな。次の黒どこに打つかを見て。うん。まあ、ちょっと攻めに行ってるけど、別にこれ叩いとけばどうということないから。なんもないもんね。これ3じゃないもんね、しかも。でもちょっと工夫を凝らして止めるんだ。全然頭叩けると思うけど。79。うん、これはもうドローでいいですね。ドローにしましょう。中入るんで。うん。というわけで、私の判断で、白80まででドローとなりました。ちょっとまた裏で調べてみます。はい。見てきました。まあ、今回の曲も基本的にはそんなに別状はなさそうなんですけど、どこだったかな。まあ、38はかなり手が広くて、で37はまあ本譜の場所が急所っぽいですね。急所っぽくて、38は結構手が広くて、単に例えば37の連を止めるとかもあって、ここは白に一応選択の余地がありますと。で、39には、普通にこう受けとく手も全然あって、まあ、多分人間だったらこう受けると思うんですけども、まあ、こうやって受けて、白も受けて、なんか穏やかによりドローっぽくなるみたいな進行も全然あるみたいですね。あとは39、40、41、42、42、そうだな、42、43、なんか43の局面で、ちょっと私の環境のソフトだと評価が入り乱れまして、ここでもしかしたら何かあるかもしれないんだけど、ちょっとよくわかんなかったですね。よくわかんなかったので、本当に、多分この机とかじゃなくて、本腰入れて調べたら何か出てくるかもしれないけど、まあ、それがまあこの黒43っていうところで、これに関しては44、45、46、47、48っていうところまでいけば、まあ、ほぼドローになるっぽい。で、なので、全体的な感想としては、やっぱり32から何かをやるっていう手がすでに結構ドローになりやすめっぽいので、もしも、まあ、例えば黒がドローにしたいんだったら、この進行やればいいんだけど、まあ、この進行白の方に作戦選択権があるんで、まあ、どっちかっていうと黒はドローになればいいかなっていうのが個人的な見解なんですけど、まあ、これはちょっと専門的な話になりますけどね。で、そうなった時に、白がどうやってなんかドローを回避するのかっていう話がありまして、ドローっていうかドローになりやすい進行を回避するのかっていう話がありまして、まあ、そうすると、やっぱり32の以前の段階かな。でも32はね、ここに打つのがね、どうやらかなり急所っぽいんで、なんか打たなきゃいけないっぽい気がするんですけど、なので、30で、ここにその引かないで、例えば、世界選手権とかですと、なんかこういう手を打ってる人がいたりとかしたんですけど、まあ、この30が一つ考えどころなのかなっていうことと、まあ、もしかしたら28で3を引かない選択肢もあるのかもしれないっていうのが、まあ、この辺はちょっと個人的に探してみたいかなと思いました。この形は、すごく蓄積の多い形で、かなり研究が多分進んでるんですよね。進んでるので、いろんな形がレンジにはあるんですけれども、その中でも結構事前にどれだけ知ってるかが勝敗を分けやすい形ではあるので、まあ、
そういう意味で今回はこのね、線形を並べたんですけれども、そうね、なかなかちょっと合点がいったのは、最近のこの形の進行を見てると、16でこう打ったりとかが結構あるなっていう印象がありまして、それなんでかなって思ってたんですけど、どうしてもやっぱりこれが勝ちにくいって思われてるのかなって思って、そうすると白としてはこれを避けるの方がいいのかなっていう、まあだいぶハイレベルですけどね、あくまですごい強い人たちの話でそうなっているっていうだけで、普通に打つ分にはね、別にいくらでもこれやればいいっていうことなんですけれども、あと残りの分岐としては、最初に話さなかったんですけれども、例えば20でこうやって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 こうやるみたいな、こういうのもありまして、これはこれでやりたいな、これはこれでやりたいから、ちょっと別の機会に撮影してやろうかな、とかもありまして、そういう感じですね。あと、仮に白が変えるんだったら、16をそもそもこうやっちゃうとか、おおよそ16はこことここの2択でどちらかを選ぶというのが多分普通なんですけれども、こちらの方がソフトの評価値だとちょっと黒によるんですよね。なんだけど昔はこちらの方が打たれてまして、全然改めてこちらをやるのがありなのかなというのもありますし、あとはさらにもっと古い手で言うとこういう手もあるんですけれども、これはどっちかっていうとちょっと奇襲寄りなのかな。王道の定石というよりはちょっと相手をはめますみたいなイメージがあるんですけど、こういう手もありまして、そういった手の中から選ぶんですけども、作戦選択権はね、全体的に白が握るんですけど、黒が安定進行をそれぞれに見つけられるんだったら全然黒持ってもいいかもしれないなってちょっとこれ並べて思いました。これ黒持とうかな。この形でね、黒持てると、この形が大事っていうよりも、他のいろんな形で幅を持てるんですよね。この形で黒を持たなくちゃいけないから避けなきゃいけない進行っていっぱいあるんで、黒が嫌だとするとね、黒を持つのが嫌だとすると、そういう進行がいっぱいあるんで、なので警戒してたんですけれど、全然この形で黒持って最低でもドロー以上にして他の形でもこれで返せるようにするっていう、こういう路線もありだなっていうふうにちょっとね並べただけなんですけど、そういう感想をちょっと持ちました。というわけでね、本日は9月から品質系の形を AI 同士に打たせるということをやっていきました。ご視聴いただきありがとうございました。またね、多分この9月はね、あと何本か出したボードでお楽しみいただければなと思います。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。